はい、こんにちは。太郎です。今回もね、神通川ですね、また来ちゃいましたね。で、今回もね、またポイントも同じで、ただ、赤が飛んでて、釣れる場所が限られるっていう話だったんで、まあ、通い慣れてるっていうか、知ってるポイントの方がいいかなっていう感じで来ちゃったんですけど、多分別の場所入ったらまたポイント探しからみたいになっちゃうんですけど、ここだったらね、あそこなら赤ついてるかなっていう見当はつくんで、また来ちゃいました。鳴子大橋の下流です。で、まあここでもね、赤がついてる場所は限られるんで、探しながらになるかな。とりあえず着替えて始めます。はい、ではこんなところですね。そこのね、トロセがね、見覚えのある場所なんですけど、要は前回と同じ場所ですね。で、ちょっとチャラセの方ですね、今回やるのは。ここで、ね、おとりを変える釣りをしつつ、下の方をじーっと観察して、そこで釣りをしておられる方がコンスタントに釣れるようであれば、前回と全く同じ釣りにしゃれ込もうかなという魂胆ですね。今回もね、メガトルクの9号持ってこようかどうかって感じだったんですけど、やっぱ残り赤狙いがメインになった場合、メガトルク9号だとちょっとね、難易度上がっちゃうんで、とりあえず競技 T85 からスタートですね。水中糸はこれまたね、いつも通りのランプレミアム 0.055。なんか釣れてるんかな、釣れてるっぽいな。あ、違うな、あれみんな座ってんだな。しゃがんでタモの中いじくってるように見えたけど、座って釣りするだけだな。一角ライトの 5.5 号です。超小針、鮎がちっちゃいんで小針ですね。よし、頑張ってこい。お、かかった。かかったかかった。よっ、なんだこら。マジかよ。ちっちゃすぎる。5.5 号の針でもちっちゃいよ、これ。よし。おとりにします。こんなサイズでもおとりにします。このくらいのサイズになるとね、鼻缶の大きさとか中ハリスの号数もめっちゃシビアですよね。ちょっと強すぎる気がする。鼻缶 6.5 ミリの中ハリス 0.85。 ちっちゃちっちゃ。お、かかった。めっちゃ慎重にやりとりしないとですね。うわ、ちっちゃいのにちっちゃいのかかってくる。バレちゃった。酒割りが切れてすらいないですね。お、かかるかかる。今度は結構いいか。悪くはねえか。いや、めっちゃちっちゃいな、鮎が。この間大きかったのに、背が縮んでるのかってぐらいちっちゃいですね。まあ、こんなもんだったか、前回も。これね、綺麗ですね。ちっちゃいけど綺麗な鮎ですね。なんか、僕ね、結構こういう釣りも
結構好きなんですよね。ミニチュアサイズのお魚をなんか細かい作業をするっていうか、そういう感じの釣りも結構好きなんですよね。すごい沖に行くおとりですね。割れてんのかな。ちなみにこいつウガにめっちゃ行きたがるおとりですけど、佐賀には行くんかな。ちょっと試してみよう。でも佐賀も結構沖に行くな。いいおとりだな。いいおとりなのか天の弱なのか。まあ沖に行こうが行く前がすぐ野鮎をかけてくれるおとりが一番いいおとりなんですけど、ウガン寄りですね。ポイントはかぶった。割れた。かかった。事後報告。かかった。やっとかかったよ。よいしょ。よし、ちょっと日も登ってかなり暖かくなってきたんで、そっちの深い瀬も行ってみようかな。前回の場所だけど、チャラ瀬はやっぱりね、なんかみんな白いですね、鮎がね。じゃあちょっと色です。ちょっとだけね。はい、ではほんの数メートルの移動なんですが、全然雰囲気は違うポイントですね。トロセですね。重りを打ってですね。よし、行ってこい。まずちょっと手前から。で、今更なんですけど、今回の神通川の状況をちょっと説明させていただくと、お盆にねすごい増水したんですけど、回復してだいたい1週間ぐらい経ってる状態ですね。そんなに赤ついてないんですよね。瀬の流進とかにはついてないんで、まだちょっと時間かかるかなという感じで、ただまあ深いところはまだ赤が残ってるんじゃないかなという感じで今やっています。かかるでしょうか、前回同様に。かかった。いたよ。そしてやっぱり黄色い、ここの鮎黄色いね。違うわ、やっぱ全然さっきのチャラ瀬とは違いますね、鮎の雰囲気が。全体的にうっすら黄色みがかってますね。そんでですね、今回の釣りなんですけど、多分ねサムネかタイトルに書いてあるかもしれないんですけど、特に解説とかはなしで釣りを楽しむみたいな動画になってるかと思います。釣りをしていて特に話題がないっていうか、なんか喋らなきゃと思うと、やってる釣りに関するなんか解説ぐらいしかね喋ることが普段ないんですけど、今回はちょっと頑張って雑談っぽく喋れればなと思うんですけど、で今回はですね、珍しくおとりを買うところから撮影をしておりまして、お世話になったのはフィッシング吉井さんですね。神通川といえばフィッシング吉井さん、もしくは前回動画のサムネにもあったこの神通川、今回はフィッシング吉井さんでおとりを購入しました。店主も気さくな方で、撮影していいかって言ったら全然いいよっていうことだったんで撮影させてもらって、で今日はというかいつもなのかなちょっと分かんないんですけど、大変美人な娘さんがレジ打ちをされておりまして、だからフィッシング吉井さんおすすめですよっていうのもなんかみたいな感じになっちゃうんですけど、店主も気さくでね、いいお店です。仕掛けも品揃えがあったんで、おとりを買いながら仕掛けもついでにみたいなことも可能ですね。って言ってる間にかかりました。かかってるよね。ゴミが引っかかってるだけかかってるよね。
うわ上がってこない。よいしょ。そんで冒頭でここのポイントはまあ知ってるから赤飛びの状況でもまあ場所がなんとなくつかめるっていうことで来たと言ったんですが、フィッシング吉井さんでどこに行ってどこに立って釣りがすれば釣れますかって聞いたんですよね。そしたらまあ鳴子大橋の下流とかなんか分流があるところがいいよってことだったんで、鳴子大橋の下流かということでまあそれもあって来たんですよね。ポイントも知ってるしフィッシング吉井さんもおすすめしてたんで、その話の中でもヘチとかチャラセとかあとは深いところを重りを使って釣ればって言ってたんで、深いところを重りを使う、じゃあここかみたいな感じでまたやってるんですけど、そんな感じですね。でやっぱりね釣りをしててご託を述べずにはいられないというか、それぐらいしか僕の中に喋るネタがないんですけど、増水から回復した直後のポイントですね。やっぱヘチとかチャラセとか深い場所みたいなイメージされるかと思うんですけど、中でも深い場所ですね。深い場所なんですけど、特にこの場所ですよね。僕の説なんですけど、ずっと赤が飛ばないと思うんですよね。こういう深いところはよっぽど増水しない限りは。もし赤が飛んだら1週間じゃ赤つきませんよね、多分こんな深いところは。かかった。割れた。やっちゃった。風に煽られた。今日もやっちゃいました。でここね、そのアクがつきっぱなしっていうのと、ここで釣れるアユがやたら黄色いっていうのが密接に関係してると思ってまして、多分ですけどアユの黄色さとか背びれの長さって他のアユを追えば追うほど発達していくと思うんですね。でここは赤が飛ばない場所なんで、ここにいるアユはね、朝から晩までもうひたすら他のアユを追いかけ回してると思うんですよね。産卵の時期に下るまで朝から晩まで、もしかしたら晩も追ってるかもしれない。なのでめちゃくちゃ黄色くて背びれも長く発達してるんじゃないかなっていう気がしますね、ここのアユは。ただザブザブの背よりこういうところにアユが居つくっていうのはやっぱり根本的な魚影の濃さっていうのがあると思うんで、魚野川では釣れないこういうところはね。一時のめちゃくちゃ釣れた年なんかはこういう場所も釣れたんですけどね、こんな雰囲気の場所もね。思ったほどかからんな。やっとかかった。これ取れないと大変だな、今後。ちょっと慎重にいくか。慎重に。腹がかりだ。違った、腹がかりではないな。なんかすげえ色の薄い貝だな。めっちゃ出血してる。ちょっと目印の位置だけ変えよう。うわ、黄色い。こんな黄色いアユです。めっちゃ黄色いですね。
なんかあまり正解じゃない気がするんで、とりあえずね11時半休憩をして戻りがてらポイントを様子を見ながら午後のポイントを決めようかな。前回ほどかからないんで多分正解じゃないんだよな今日は。なんかさっきいろいろ黄色い鮎がいるところはうんぬんかんぬん、背びれの長さがうんぬんかんぬんみたいな話したけど、まあ赤ついてんだろうな多分。なんかこうやっぱりよっしゃ、ここからスタートしようかな。このガチャガチャの背の手前側ですね、石が黒いのが見えるかな。その黒いところをちょっとピンポイントで狙ってみようかな。タックルは午前中と同じです。よし、じゃあ午後の部スタートですね。よいしょ、そこまさにそこですね、ピンポイント。うわー来た。わ、もしかしたら正解かここ。すげえのが凄まじい速さでかかりましたね。うわ、入れがかりっす。いやいや、入れがかりですねここ。うわ、マジか。猛烈な入れがかりです。うわ、しかもみんな背がかり。やべえ、来た。いいあれがかかりましたね。まあ向こうのトロサでかかる尋常じゃねえ黄色さのあれとはまた違いますけど、お腹が黄色くなってんな。もう終盤の感じですね。
よっ。で、今日はですね、実はっていうか、実はっていうほどでもないんですけど、車中泊をして神通川来たんですね。まあ、車中泊のシーンはね、別にそんな洒落たもんじゃないんで、パーキングとかに止めてくたばるだけみたいなタイプの車中泊をする人間なんで、でね、今日平日なんですよ。本当に嬉しいことに子供の送迎があるんで、朝は。夕方はまあ妻が迎えに行ったり柔軟に対応できるんですけど、朝はね、パパが送るっていう決まりになってて、なかなか遠征ができなかったんですよね。まあ土日遠征すればいいんだけど、土日の釣りはね、ちょっと動画撮るのも目立つからね、だいぶ。まあ今日は平日とはいえ人がかなりいるんで目立ってはいるんですけど、かかんなくなっちゃった。で、まあ今日はね、じじばばが送り迎えできるってことなんで、ちょっとお言葉に甘えて平日の朝一から釣りをね、楽しんでます。入れがかりはほんの一瞬だったみたいですね。で、今日はね、あんまり解説はなしで雑談のつもりだったんですけど、まあ雑談もね、なかなかボキャブラリーがないんでなかなか続かないんですけど、もうね、解説に関してはね、実のところもう去年で結構もうネタ切れなんですよ。今去年相当頑張ったんですよね。もう思いの丈はもう出し尽くしたみたいな感じではあるんですけど、というのもあって、なんかコメントとかで質問をいただければ、それをなんか現場で実践してみようかなと思ってたんですけど、それもなかなかコメントでね、僕ができそうなコメントがあまり残念ながらなくて、要はですね、ネタを提供してもらいたいっていうのもあってね、なんかコメントでしてくださいという呼びかけをしてたんですが、なかなかですね、もう解説に関しては割と出し尽くしちゃった感がありますね、僕は。なんで今年はできるだけ実況動画と思ったんですけど、地元の魚野川が絶不調だったんで、実況もね、毎日釣りに行きまくって動画出しまくりたかったんですけど、毎日釣り行ってもしょうがない感じだったんで、結局週1回とかのプチ遠征みたいになってますね。なかなかうまくいかなくて大変ですね。思った通りに行きませんね。かかんなくなっちゃった。なんかかかんなくなっちゃったな。かかってるじゃん。わからんかったよ、全然。いいよ、起死回生のおとり。おとりがでっかいとやっぱかかんねえな。ちっちゃいおとりになればかかるんじゃないかな。さっきまでめっちゃ水に浸かってたんで、それがね、今日の光を浴びてものすごい匂いを放ってますね。川の水が乾いた匂いが凄まじいですね。すげえ風吹いてきたんで釣りづらくなりましたね。風の予報はなかったんだけどな。神通川あるあるですね、風は。まあちっちゃいけど、こういうちっちゃいやつが次を連れてくる。よし、かかった。かかるね。さっきまでかかんなかったけど、ちょっと立ち位置変えたらだいぶかかるようになりましたね。よいしょ。よいしょ。無理っすね、これ。濡れ鮎が引っかかってますね。今度いい鮎。
あそこだな。明らかに色違うもんな、あそこ。カメラでも違いが映ってるでしょうか。あ、絶対一緒、ここ。さっきまで人いたけど、まだ釣れるでしょ、ここ。さあどうだ。ここなんかね、そっちからだとめっちゃ釣りづらいし、割と竿抜けなんじゃないのって感じですね、ここ。まあ釣る人はそこから釣るか、そのボサに体入れた感じになって。あ、かかった。よし、うわ、いいよいいよ。だんだん黄色くなってきましたね、時間経過で。時間経過か、ポイントの移動が功を奏したか。今日がね、8月の21ですね、今日は。で、お盆終わったらなんかもうね、日は短くなるわ、朝晩寒いわで、もう夏終わりですね。解禁から今日に至るまで、本当になんか今年は本当に駆け抜けてきたっていう感じがありますね。1秒の暇もないくらいにとにかく釣りしまくり、動画編集しまくりみたいな感じで、まあその割に動画出てないんですけど、調光動画ですね、めちゃくちゃ手の込んだ撮影してるから編集も大変なんですよね。で、本当に駆け抜けてきた感じがあるんですけど、なんかお盆の間全然釣りしてなくて、だいぶブランクが空いたんですけど、それでなんかね、ものすごい夏の終わりを感じてしまって、なんかね、なんだろう、悲しみですよね。寂しいとかじゃなくて、悲しみと、あとちょっと焦燥感が出てるんですよね、夏が終わるっていう。今年も僕のチャンネルね、大変多くの方から見てもらって、登録もしてもらって、視聴回数も去年比べたらぐんと伸びてるんですが、夏が終わるとYouTube もね、またかなり落ち着いちゃうっていうか、一応他の釣りもしてはいるんですけど、ほとんどの視聴者の方があゆ釣りの方なんで、なかなかね、オフシーズンっていうか、夏以外動画がなかなかね回らないんですよね。見ろとは言いませんけど、当然見るか見ないかは視聴者の方の自由なんですけど、できればね、他の釣りの動画も見ていただけたら幸いですね。見ろ。かかった。あ、かかった。よかった。うわ、いいアユがいるね、ここ。ちょっと釣りが雑になってきた感じがあるな。さっきの入れがかりが悪かったな。入れがかりを経験すると、かからねえ状況で待てなくなっちゃうんですよね。ちゃんと入れがかりではない釣り方も意識しないと。かかったな。うわ、すげえ引く。うわ、今日一か。危ねえ。危ねえ。
ちょっとあれだな、背張りの打つ位置を検証してみようか。ここ、右岸から左岸に向かって沖に送りたい場合、かかった。うわ、抜けねえ。いい間。よいしょ。よし、かかったーい。よそ見してたい。ちょっといい。ここ、あれだな。そんなに数は伸びないな。いいの釣れるけど。浮いてこねえ。浮いてこねえ。手尻伸びてる。いい鮎だね。すげえいい鮎かかるけど、数は出ませんね。今日はね、あんまり人がいないんで、平日だし、贅沢にも平日なんで、今日は全然人がいないんで、あれだな、ここはこういう魚が釣れる場所っていうことに留めておいて、もうちょっと見て回ろうかな、ポイント。太い本流筋ですね。そっちのヘチを狙ってみるか、一回。かかった。よし。かかったけどちっちゃいな。で、今日はね、このカメラですね。このカメラ、目線を撮影しているカメラなんですけど、 GoPro で撮っておりまして、バッテリーを2倍に増量したんで丸1日撮影できます。 GoPro を使ったことある人からしたら2倍に増量ってなんやねんって感じだと思うんですけど、モバイルバッテリーをつないで使ってるんですね。で、内蔵のバッテリーを入れてなくて、みたいな撮影のノウハウに関する動画を1本出したんですけど、なかなか回りませんでしたね。それもね、結局なんか撮影ノウハウを下手に公開してしまったみたいな形になっちゃったんで、メンバー限定動画っていうことにしたんですよね。ちなみにメンバーっていうのは月額会員というものを設定してるんですよ。実は太郎さん、月額会員というものを設定しておりまして、だからって特典は特にないんですよね。特典といえば本当にその撮影ノウハウに関する動画を見れるっていうだけで、同じ釣り動画を撮影している方で太郎さんがね工夫してるそういったノウハウを見たいという方がいましたら、そういう動画も作って、太郎さんが釣りを楽しむのを公開するチャンネルっていう内容には若干そぐわない内容だし、ちょっとね考えすぎかもしれないんですけど、何よりも撮影技術のネタバレみたいになっちゃうんで一般公開はしないと思うんですけど、興味ある人いますかね。いればもうちょっとなんか動画にしようかなと思ってるんですけど、オフシーズンとかにね、興味ある人いるかな。いればコメントで教えてください。動画の編集の仕方とかね、そういったものですね。もし興味ある方いたら教えてください。目線撮影システムっていうんですかね、釣り動画の撮影方法としてはもう最適解だと思うんですよね。釣り人の目線を動画にしつつ、めちゃくちゃ長尺撮影を可能にし、なおかつ防水っていうシステム作ったんですけど、興味ある人いるかな。やっぱいねえかな。かかりませんな。ちょっとトロセもう一回行ってみるか。で、背張りはね、さっき検証した
沖に出せることが判明したんで、それで行きます。瀬割りの沖に行く効果は完全にスポイルされそうではあるんですけど、一応重りも打ちます。よし、そうかかった、マジか。しかもでけえ。ああ、風が強くて勝手に竿が上がる。うわ、正解と言えるような鮎が釣れました。めっちゃいい鮎。これきたー。陣痛の真っ黄色でもねえな、なんか黄色薄くなってきたな。いい鮎です。でも釣れました。違ったな。うわ来たー。どうだ、風が強いからね、気をつけないと。ここが正解ですね。やっぱり朝から晩まで追いかけっこをして黄色みが熟成したかな。いい鮎。さっきのとこだけだったな、かかったの。かといってまた上に戻るのはめんどくせえしな。上に行けばまた釣れるとも限らないし、ちょっとあれだな。ユーマ詰めの過ごすポイントを決めなきゃ。よし、ここじゃねえな。ユーマ詰めを釣るポイントはここじゃないっすね。前回来た時と全然違うもん、釣れ方全然違うんだよ。もっと釣れるはずなんだよ。もう一箇所ちょっと違うポイント行ってみるか。いや、もうクタクタですって。鮎釣り注文はよ、いかにユーマ詰めを迎えるかなんだよ。ユーマ詰めのね、2時間で30匹釣れるポイントをね、探すことに全てをかけてユーマ詰めの釣りなんだよ。鮎釣り中のはよ、日中の釣りはよ、ユーマ詰めを迎えるべきポイントを探す旅なんだよ。よし、じゃあ今度こっちのチャラセですね。ここのチャラセでどうだか。ここでね、バチバチとかかればもうここでユーマ詰めやっちゃおうかなって感じなんですけど、下にもだいぶ広大な供給源があるんで、ちょっと座って休憩するか。疲れた。カロリーを補充します。よし、4時10分前、ラストスパートですね。よいしょ。風が強い。風めっちゃ強いですね、相変わらず。あ、かかったけど、ちゃんと抜かないと風で大変なことになってる。よいしょ。真っ白な鮎が釣れました。で、これ群れだよね、絶対。うわ、風でね、キャスティングを守らないですね。あ、かかった。うわ、なんかいい鮎釣れたな。いい鮎釣れたけど、なんか元に変えると釣れなくなりそうだな。ちっちゃいでもね、通すか。
おい、かかったい。あ、またいい鮎ですね。いいんじゃない？ここ来たか、正解か。あまりにも逆光すぎるんで向こうに行くか。かかった。いや、なんか場所を荒らすのもすげえもったいねえな。よくかかる。あ、でっかい声出ちゃった。めっちゃでっかい声出ちゃった今。よいしょ、背がかり。うわ、めっちゃかかる。入れがかりじゃん。ちょっとね、今の時期の夕松はね、かなり寂しさを感じますね。日暮らしとか泣き出したらもうめちゃくちゃ悲しいですよね。もう寂しいじゃなくて悲しいですよね。本当に夏の終わりを感じるっていうか、7月から始まったシーズンと考えればまだ折り返し地点なんですけど、8月の中旬はやっぱ暑い時の釣りですからね、鮎は。こんなに涼しくなると夏の終わりを感じますね。また私事なんですけど、夏が終わったらね、どうしようかなっていうのはちょっとね、っていうか結構ね、岐路に立たされてる節がありまして、夏終わったらね、ちょっと本当にどうしようかなって感じなんですけど、まああんまりね、今喋ってもしょうがないんであれですけど、ちょっとね、岐路に立たされてるんですよね。どうしようかな、夏終わったら。夏が終わるこの雰囲気も相まっていろいろね、考えさせられちゃうんですよね。ところでまた話は違う方向へ行くんですが、僕はあんまり他の鮎釣り YouTuber の方の動画を見なくてだったんですけど、最近ちょっと見るんですよ。2、3人ぐらいかな、見るんですけど、たった2、3人だけではあるんですけど、一点気づいたことがありまして、それが何かというと、鮎釣りで YouTube やってる人って中部の人めっちゃ多いですよね。岐阜県とか、要は鮎釣りのメッカですよね。でやってる方がめちゃくちゃ多いんじゃないかっていうことに気づいて、でそうした時になんですけど、僕ね、新潟で鮎釣りの YouTuber やってるのってめちゃくちゃ難易度高いことをやってませんかね。もしかして結構厳しい世界で勝負してるっていうことににわかに気づいちゃったんですけど、解禁も遅いし、5月中に解禁なんてしませんからね。早くても6月下旬で、岐阜県とかだともうね、6月ちょっと全然詳しくないんですけど、5月から鮎釣りできますよね。かといってね、なんかじゃあ他の釣りどうなのっていうと、なんか新潟県だからこれがいいよみたいな釣りないんですよね、新潟県。例えばなんか九州はまあ何でも釣り天国か、九州まで行けば。例えば北海道のトラウトとかないんですよ、新潟。新潟だからこの釣りがめっちゃいいよみたいな釣りがなくて、しかも冬はね、オフシーズンになっちゃうんですよ、釣りに関して。新潟に住んでて釣りで YouTube やってるのってめちゃくちゃ難易度高いんじゃねっていうのに気づいたんですけど、何が言いたいかというと、特に言いたいことはなくて収集のつかない話ではあるんですけど、生温かく見守っていただければと思います。かかってた風が強い。抜きずれ団子だ。
いしょ。結構数伸ばせてますよね、ここで。ただまあ群れてるの引っ掛けてる釣りもだいぶしてるんですけど、ここで夕間詰め迎えたが正解でよかったかな。いつも通り数は数えてないんですけど、だいぶ伸ばせてますよね。うーい。あー、ちょっとなんかムカつく声が出ちゃった。あ、危ない危ない。いやー、風が強い。これ風なかったら相当釣れただろうな。ここ竿操作があれですよ。竿操作があれであれなんですよ。かかってるんかおい。気づかんかったんや。もう全部風のせいですね。大体悪いことみんな風のせいですね。よし。かかりますね。うわ、すげえ走る。どこ行くんじゃい。めっちゃ走るじゃん。入れて4連発とか経験してるから、これがね夕間詰めの入れがかりなのかちょっと分かりづらいんですけど、冷静に考えてこのかかり方は夕間詰めの入れがかりですよね。ようやく正解と言えるポイントに来れたかな。ただね、釣りづれ、めっちゃ釣りづれ、風で。それだけちょっと心残りだな。風がなければね、めっちゃ釣れたんだろうな。ここめっちゃ、もうね語彙力なくてめっちゃしか言えないんですけど、風さえなければめっちゃ釣れただろうな。なんか今始まった感がにわかにありますね、入れがかりが。かかりどころみんな悪いな。なんか針が合ってないとか、酒針打つ位置を変えよう。油びれの近くに打ってみよう。入れがかりのタイミングでいろいろ試そう。これで背がかり増えたら面白いな。この辺か。これでどうだ、かかんなくなっちゃうかな。もしかしてかかんないこれ。当たった。かからない当たったけどかからんぞ。マジか。もうちょっと刺せ下げてみるか。釣れる状況はね、いろいろ試せていいですよね。シーバスとかね、他の釣りもそうなんですけど、ちょっとしびれちょっと上の方に刺してみました。これでどうだ。雨降ってるね、向こう。増水するかな。まあ、ダムの川だからすぐに増水はしないと思いますが、ダムの川ですよね、神通川って。よく知らんけどなんかね、鮎釣り河川ってダムがあった方がいいのかな。ダムがあれば水がマックス出た状態で川の石がある程度固まりますよね。マジか、かかんねえな。いや、全然かかんなくなったな。ちゃんとした場所打ってみるか。いや、これでかかんねえってことはねえと思うけど。マジで、マジかよ。そんなに変わる。酒張りの位置でめちゃくちゃ腹がかりが多いから、背がかりをさせたくて酒張りを打つ位置を上の方にずらしたんですけど、全くかかんなくて、で今度尻びれに打ったら一撃でしたね。もう一回ちょっと上の方行ってみるか。ちょうど真ん中あたり、側線のあたり。当たった。かからねえマジかよ。
今当たったよね。本当にかかんね。じゃあシルビでちゃんとしたやり方で。さあどうだ。かかった。マジか。動画の尺がねだいぶ長くなっちゃうけど、面白い結果が出た。酒張りちゃんとしたとこに打てばかかる。もう一回試そう。もう一回ちょっと上の方に打ってみようか。こいつはこの辺、この辺。当たった。かからない。今ねちょっと釣り本来の楽しみを思い出しつつありますね。当たった。かからない。マジかよ。ちゃんと尻びれ打つとかかる。まあ油びれに打つっていうテクニックもあるにはあるんですけど、まあ時と場合によりけりか。じゃあちょっともう一個試そう。もう一回。もう一個のパターンとしてはこっちじゃなくてこっちですね。こっちの真ん中あたりに打つとどうだ。これでねかかるとまた困ったことにいろいろ試さなきゃいけなくなるんで、かからないでもらいたいぐらいなんですけど。追われてる。かからない。パンと当たりがあれば答えが出るかなって感じするんですけど、当たりはねえな。へえとか言ってさ。じゃあ今度尻びれ打つよ打つよじゃねえんだよね。尻びれに打ってみますけどどうかな。そもそももういねえか。相当釣ったなここだけで。ヘチの鮎の量が半端じゃないですね。ナブラみたいになってるもんね。ちょっと反対側また逆光で釣りづらいんですけど、こっち側試しに入れてみるか。いや疲れてきた。いやずっと疲れてるんだけど、ちょっとそっち行ってみるか。そっちの分流と分流が合体するところ。引き船が重たい。やったぜ。引き船が重たいぜ。かかった。マジか。もう入れがかりのかかり方ですよね。竿を上げて歩いてる最中にかかるとか、入れがかりのかかり方、すごいかかり方ですよね。よし。雨雲に囲まれてますね。あっちもこっちも雨雲。なんとか持ってくれて助かりました。わかんねえな。むむ。こっちかからない。5時半。やめるか。日もかけりそうだしな。お、かかった。ラスト終わった。これバレても終わりにするか。どうだ。バレるな。最後に1匹バレんな。よっしゃ来た。よいしょ。はい、おしまい。おしまいです。いやいやすげえ釣りましたって。夕間詰め30ぐらい釣ったか。夕間詰めで夕間詰めで30釣るなんてちょっと冗談半分に言ってたけど、30ぐらい釣ったんじゃないか。夕間詰め。タックルを片付けてカウントですね。超過報告をします。
よし、じゃあ超過を見てみましょうか。間に退避させていた鮎がこれですね。船が多分すごいことになってるんですけど、波って逃げるかもしんねえな。しょうがねえな。よし、じゃあザバー行きます。あ、そうでもねえか。なんか最後やたら釣れたからいっぱい釣れたように感じたけど、よし、じゃあ数えていきますね。1、2、10、11、20、64、65、66、67、あとクーラーボックスの中に1匹死んでて68ですね、合計。いや、これ自己新かな。あれもっと釣ったことあったっけかな。60匹以上は釣ったことあったはずなんですけど、68はもしかしたら過去最高かもしれない。10年も鮎釣りしててこのくらいが限界なんですね。いや、まあ丸1日釣りすることはほとんどないからね。いやいやいや、今日はだいぶ恵まれましたね、ポイントにも。まあ赤はまだついてなかったけど、それがちょっと功を奏してピンポイントにつきまくってるっていう感じでしたね。すげえことになってるな、あれ。めちゃくちゃはみまくってますね、あれ。栄光の神通川ですって。神通川が正しいんか。にわかです。はい、というわけで今回の動画はここまでになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回はご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録と通知機能で次回の動画公開のお知らせが届きます。動画の感想、コメントもお待ちしております。次の動画もぜひご視聴ください。